はいどうも。では今回は、小食のアドバンテージっていうテーマについてお話しします。結論としてはですね、小食、例えば、1日1食が合理的っていうことになります。ちなみに、個人的に思うところとしては、社会人ともなれば、よほど特殊な仕事、めちゃくちゃハードな肉体労働なんかですかね。そういうのをしてる人以外、もはや1日3食は甘えっていうところですかね。はい。で、実際のところ、1日1食を実践することによるアドバンテージとしては、とりあえず最低でも3つありまして、1つ目が、食費を削減できる。2つ目が、時間の節約になる。つまり、時間にゆとりができるってことですね。はい。で、3つ目が、食事が美味しく感じるっていうところになります。はい。では、それぞれ深掘りしていきます。まずは、一つ目の食費を削減できるっていう点に関してなんですけれども、自分自身、これを一番の目的として、始めた経緯がありますね。はい。で、一日一食を始めてからは、月の食費は、だいたい、2万5千円から3万円ほどですかね。で、ちなみに、ネットなんかで調べると、一人暮らしの食費は1ヶ月平均3万5千円から4万円ほどらしいですね。はい。で、自分自身、その余計な出費を削減するっていうことは、その金額を、稼ぐこととほぼ同等の価値があるっていうふうに、考えてるので、一日一食を始めて、特に、これといって後悔はないですかね。はい。自分も多少贅沢なものを食べた時なんかは月4万円、食費がね、そういう時もごく稀にあるんですけど、自分自身、1回の食事量は若干多くて、なおかつ、宅食のサブスクも利用してるんで、こっからさらに、無理して食費を削ろうとかは、今のところは思わないですね。はい。もし料理とか自炊が趣味なら多少時間かかったとしても、やればいいんでしょうけど、自分はそれには該当しないですね。他のことに時間を使いたいので。はい。では次、アドバンテージ2つ目の時間の節約になる。つまり、時間にゆとりができるっていうことに関してなんですけれども、例えば、1日3食とか食べてる人って、朝、昼、夜、それぞれの食事の献立をまずは考える必要があるわけじゃないですか。なんなら、それだけではなくて、各食事の、準備、後片付け、で、各食後に、歯磨きの、手間も必要になると。で、それぞれを、毎日行うっていうことになってくると、もう非常に、時間の浪費になるわけですよね。はい。しかし、小食を実践する。例えば、1日1食にすることによって、そういう余計な手間を一気に省けるわけですよね。で、そのため、貴重な時間を、非常に、有意義に使えるようになるっていうことです。はい。では次に、アドバンテージ3つ目の食事を美味しく感じるっていう点ですね。これは自分自身でも1日1食を実践し始めて、まともに認識して、で、空腹は最高の調味料っていう、セリフは的を射ている、っていうことを改めて実感しましたね。はい。一方で、小食にすることによる弊害っていうか、デメリットに該当する事柄も、一応挙げておきます。はい。とりあえず、思いつくのは2つあって、1つ目が、慣れるまでは強い空腹感に耐える必要があるっていうことになります。朝起きた時は、その空腹感はそれほどないんですけど、昼時になると、腹減ったなとか、なんか食べたいなとか、少しお菓子でも食べようかっていう風に、血迷うことも、自分も、当初はよくありましたね。はい。で、夕方や夜になってくると、一番辛く感じると思います。そういう、多少の苦痛というか、忍耐が伴いますね。しかしながら、数週間かな、もしくは数ヶ月、もう継続しさえすれば、もう感覚が慣れてくるんで、もうそれ以降は、空腹感自体は、苦痛にはならないと思います。なんか、もはや、胃袋空になってるなーぐらいですかね。はい。で、自分の場合、当初どうしても、空腹に耐えれないときは、適宜、食塩不使用の、素焼きのナッツなんかを食べるようにしてましたね。はい。
で、デメリット。二つ目が、多少、人付き合いに困るっていうことですかね。で、まあ、個人的には、まあそこまで過度になんか他人の機嫌をなんかむやみに伺うような真似をするつもりはないんで、まあこれに関してはそんなに気にならないんですけど、まあ人によっては、気にするんでしょうね。はい。まあ食事なんかに誘われた時に、せっかく築き上げた一日一食のサイクル、つまりリズムを、崩されてしまうので嫌だなっていうふうに、思うところですね。まあ、あと、人によっては、まあ、変わり者扱いしてくるんで、あんまり大勢の前で自分から、公言はしない方が、まあ、無難ですかね。はい。まあ、以上が、ざっくりとした、小食を実践することの、アドバンテージ、言うなら、メリットですかね。はい。あとは、デメリットをそれぞれ列挙しました。はい。で、まあ、自分の場合、一日一食っていう概念を認識したのは、大学生の時ですかね。まあ、しっかりしてらっしゃる先輩のうちの一人が、一日一食を実践してるっていうのを、なんか本人から聞いて、まあ、その初めて聞いた時は、マジそれ大丈夫かいっていうふうに、まあ思いましたけど、まあ、その自分が社会人になってしばらく経過してから、実際にやってみると、まあ、金銭、時間、健康、そのあらゆる面で、まあ実に合理的っていうことで、まあ、その先輩には非常に、感謝してますね。はい。で、まあもしかしたら、人によっては聞いたこともあるかもしれないんですけど、人間の、サバイバルにおける3の法則っていうのがありまして、一つ目が、適切な体温維持をできなければ、3時間ほどで死んでしまう。うん。で、二つ目が、水分補給を一切しなければ3日ほどしか生きれない。はい。で、三つ目が、食料がなければ3週間ほどで死んでしまう。っていう法則なんですけど、まあ、裏を返せば、まあ、まともな、気温環境下で、水分補給、あとは睡眠ですかね、をしっかりしてさえいれば、2、3週間ほどは余裕で生きれるっていうことじゃないですか。で、まあ、そんな2、3週間に比べたら、半日、1日そこらって全然大したことないっていう風に、まあ自分は思うんですけど、大衆はそうじゃないっぽいんですよね。はい。で、自分自身、数年以上1日1食を実践してますけど、特に健康の被害などないんですよね。はい。で、まあ、これがもし、小食が禁止して、なんか健康診断なんかで引っかかるっていうことであれば、まあ、改めようかなっていうことになるんですけど、まあ、特にその必要は一切ないかなっていう認識ですね。はい。で、まあ、現代の日本で、その、飢え死にのニュースとか、まず聞かないじゃないですか。そうそう。まあ、それはゼロではないんでしょうけどね。まあ、なんなら、その、現代で、食が起因してる、顕著な問題としては、肥満とか糖尿病ですよね。まあ、特に日本とかアメリカですかね。で、まあ、こんなんは、その原因は明らかで、その余計なもんを飲み食いしすぎなんですよね。はい。こういうのを避けるっていう意味でも、小食、まあ、一日一食なんかを取り入れるのは、まあ、合理的なんですよね。はい。まあ、食品を売る側、食事を提供する側としては、まあ、あんまりこういう情報は広められたくないんでしょうけどね。うん。はい。で、まあ、今回の締めくくりとして、まあ、改めてちょっとね、小食にすることのメリットとしては、お金の節約になると。あとは、時間の節約にもなる。で、健康に良い。あと、1回の食事の満足感がアップ。他には、まあ、コロナ、含めて、まあ、有害なウイルスや菌などの摂取の可能性、そのリスクの低下。まあ、こういう点が挙げられます。で、一応、書籍で参考になる具体例としては、タイトルが、空腹こそ最強の薬。で、著者が、医学博士の、青木敦っていう方のがおすすめですね。で、まあ、内容を要約してくれてる、動画なんかもね、YouTube なんかで普通にあるんで、まあ、そういうのを見てみるのもありですかね。はい。まあ、ざっくり言うと、物を食べて、それが胃袋に行った後、まあ、内臓の機能としては、それを消化して、分解して、栄養を吸収する。
といった工程を、10時間以上かけてやってくれてるわけだから、内臓を疲れさせないために、食べない。つまりその空腹の時間を、確保する必要があると。うん。朝飯とか、食べたくないなって気分の時ですら、無理して、食べてる人とかいるじゃないですか。それってね、もう、体が拒否してるんですよね。食べたくない時は、食べない方がいいんですっていう、こういう内容をはじめとして、あとは、慣れないうちは、間食としてどんなものを食べればよいかなども、もろもろ、記載されてるんで、非常に、参考になる一冊ですね。はい。ということで、今回の、小食のアドバンテージっていうテーマについて、以上になります。はい。ご清聴ありがとうございました。ではまた次回よろしくお願いいたします。